どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。前回ね、太郎先生とタイの現地からですね、この EV 動向をお伝えさせていただきましたが、よりですね、詳しく資料にまとめてですね、皆さんにこの EV 動態をお伝えしていきたいと思います。タイの EV トレンド、現地視察で見えてきた現状、第1回目、タイの現状俯瞰ですね。タイ全体の EV としてどうなんですかって。で、2回目は日本のプレゼンスというかですね、今後どうやって戦っていけばいいのかと、そういった2つに分けてですね、お伝えをさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではまずですね、タイに行ってフランスで炎上した国会議員の方々ではないんですけども、現地に行けばですね、ブドウタイっていうのは非常にわかるんですね。タイの地域性を理解するということで、タイの経済、そして日本のプレゼンスですね、さらに中国の台頭、それを俯瞰していきたいと思います。タイ王国の現状俯瞰ということで、人口6600万人、日本の約 50% 強を誇るですね、国でございますが、実はここですね、日本の一大製造拠点になっております。タイの位置はですね、ウィキペディアから引っ張ってきましたが、こんな位置にございまして、こんな地理関係になっております。西にミャンマー、北にラオス、東がカンボジア、さらにそのお隣はベトナムということでございます。ラオスより北には中国が存在していると。実はこのラオスはですね、内陸にあるため、非常にガソリンを運ぶのに苦労するそうなんですね。なので EV がものすごく流行ってるそうでございますが、今回はタイにフォーカスしていきたいと思います。主要な産業は農業でありまして、国民の約3割が従事されていると。そして製造業については、15% 程度の人が従事するんですが、GDP の3割の価値を創出していると。農業には非常に付加価値を生産できるようなものが製造業であると。GDP は約75兆円程度と。日本は500兆円前後でございますから、日本はいかに巨大かということでございます。輸出に関しては1位が米国、2位が中国、そして3位がジャパンと。輸入に関しては1位が中国になってるんですね、これ。で、2位が日本、3位が米国。これ外務省から引っ張ってきておりますので、正しい数字かなと。昔からの友好国ですね、日本は。しかし最近は中国との関係がどんどん深くなりつつあると言っていいと思います。日本と同じように少子高齢化が実はタイでもですね、進行しておりまして、2年連続で人口が減っていると。日本のように強固な産業基盤がはっきり申し上げてありませんので、今後この少子高齢化というものがですね、社会課題になる可能性ですね。日本だと非常に製造業も発達してますし、自国の例えばトヨタ、ホンダ、日産ですとか、半導体製造装置も有名なところがあるわけですね。で、半導体も自国で作っていると非常に高度な製造業基盤が実は日本はあるわけですね。なので、外貨をそれで獲得して老後に備えていけるわけでございますが、タイはですね、なかなか自国のブランドを持っていないんですね。労働人口が減ってくるとですね、なかなか難しい局面に入るつつあるんじゃないかなということで、今後人口に頼った成長は見込めないことが伺い知ると。では、タイの国民性でございます。間違っていればぜひご指摘いただきたいんですが、このように僕は見ました。あくまで個人的な見解であると。想像以上に怠け者もいらっしゃいますし、真面目な人が共存する世界であると。辛辣な言い方をすればですね、残念ながら自力で次なる産業を起こす力量を持ち合わせてございませんと。先ほどお伝えした右2つ隣のベトナムはですね、自国で EV のブランドを立ち上げてこれを製造を目指していくと。このような結構かっこいいですね。ビンファストというですね、ベトナムの自動車メーカーでございまして、これが自動車25万台年間製造できるし、バイクも作っていると。電気自動車を5種類投入することが決まっておりまして、ニューヨーク市場に上場するんじゃないかみたいなことも言われていますね。一方、タイはですね、カフェに行きまして驚いたのがですね、従業員まだ仕事中なんですけども、お客様が全然入ってこなくなるとですね、寝てスマホをポチポチしてると。これ一部でそうなんですが、一方で日本人の方が経営される居酒屋さんに行くとですね、オーダーはありませんかとかですね、次はこれどうですかみたいな進めてくる、もう対極にあるわけですね。怠惰な部分も存在していると。もちろん真面目な人もおります。そして特徴を挙げれば、一部になるんですが、固定資産税や相続税はほとんど発生しないため、本当に大金持ちはずっと大金持ちでございます。結果、裕福層と貧困層の格差は凄まじく、裕福層は何世代
界も裕福であると。残業を減らされると怒ると。実は自動車メーカーの部品メーカーに行ってますが、そういった話も出てると。できるだけ長い時間働くが、生産性を上げてですね、自分の短い労働時間で最大の生産性を出すんだみたいなことはあまり思わないと。できるだけ長く働いてその分給料もらいたいな、みたいな感じですね。装置においても組み上げるのには日本のですね、1.5 倍の人区が最低必要になってきます。10人で日本で組み上げるものであれば、向こうだと15人以上は必要になってくると。加工精度も正しいか判断できないためですね、ある工場に行くと受け入れ検査をしてるんですね。精度が保証されてるかわからないから、いちいち全部測り直してると。言えることはですね、いかに日本人が真面目で魅力的であるかと。もちろんものづくりという側面ですね、わかると。しかしタイの言葉ですね、ありがとう、コッポンカーなのかだね、みたいな感じで非常に柔らかい国民性なんですね。なのでもう言語を聞いてもですね、ゴリゴリではないと。非常におおらかな方で、観光客もですね、こういった国に行きたいんだろうなっていう。もちろん観光もですね、一大産業でございまして、GDP の 10% ぐらいを稼ぎ出していると思います。さらに、タイという拠点はですね、日本に欠かせない製造業のハブ拠点になっています。日本人の真面目な性格と勤勉さ、そして努力で作り上げた、まさに楽園浄土でございます。一例を表すとですね、こういった工業団地があるんですね。日本の工業団地といえばですね、自動車でちょっと1分ぐらい走ればもう工業団地抜けますっていう感じですけども、もう見渡す限りですね、工場が続いてると。ビクロムさんというですね、工業団地のオーナーの方と実は会食を共にさせていただきました。アマタシティチョンブリですね、工業団地のオーナー、そしてアマタシティラヨンのオーナーでもございますと。当該工業団地は奥までなんとですよ、14キロもあると。14キロ。60キロで飛ばしたとしても14分かかるわけですね。さらにこのチョンブリーはですね、東京ドーム3000個分の敷地になっておりまして、43.3km 平米になっております。ラオスやベトナムにも工業団地をビクロムさんは所有されておりましてですね、なんと個人の財産は1000億円以上でございます。会社じゃないですよ。個人の資産ということで半端ないと。で、そういった今までのですね、日本の繁栄を見てきたこのビクロムさんに僕質問しました。なぜ日本は成功したんでしょうか。日本人は勤勉であり非常に粘り強いと。さらに計画が終わっていざ実行に移すとですね、必ず納期通りに完結させる能力を持って、この日本のプレゼンスですね、タイでどのくらい日本というものは影響力があるかという質問をしましたが、おそらくタイ GDP の 30% から 40% は日本起因であろうということを言われてるわけですね。すごいですよね。もう皆さんが今まで持ってるタイのイメージをですね、まさに塗り替えるような数字だと思います。日本の影響力が間違いなく高いということで、タイ GDP の 30%、40% になってるということで、日本からタイに進出している企業ですね。皆様聞くと、ここ大手だねっていうところが大体進出しております。例えばトヨタ自動車。もちろんトヨタ自動車だけでは自動車組み上がりませんので、トヨタグループと言われるデンソー、アイシン、JTEC と、さらに自動車メーカーでいくはイスズとかですね、ヤマハ発動機、これはバイクですね。日産、マツダ、ホンダですね。サプライチェーンを引き連れてタイを製造拠点に日本が押し上げたわけでございまして、その他にも工作機械のマザック、大熊、マキノですとか、CNC メーカーであるファナック、三菱電機、さらに機構部品、前々回の動画であったと思いますが CKD さんの工場も窯が見えました。自動車のみならず関連企業も多く拠点を構える、まさに要所になっていると。で、この自動車産区がやっぱりでかくてですね、デパートのモールに行けば日本車がずらっと並べられて、そこで即売会じゃないですけども、5、6台置いてあって、その場で商談が組まれるような感じになってるんですね。体感8割ぐらいは日本車が走ってんじゃないかなっていう感じですね。8割言い過ぎです。7割ぐらいかもしれないですと。特にトヨタは存在感が最も高くですね、シェアも 30% 以上になっております。壊れず頑丈というブランドをもう構築しております。やっぱり日本に対しても日本人ですって言うと顔が明るくなるような気がしますと。
ということで、タイはもう親日でしょって皆さん思うかもしれませんが、ビクノムさんも言われてましたが、タイは他の国にも分け隔てなく親善であるんですね。つまるところ、日本が全く特別ではございませんと。実際にですね、工業団地オーナーもですね、中国語は非常に堪能であると。中国語の表現も名詞に記載はございましたが、日本語はございませんということで、中国のプレゼンスがどんどん高まっていると。もう一つのラヨン県ですね。この工業団地で起きている出来事を今から話していきたいと思います。衝撃的ですね。このようにラヨン県もものすごくでかくてですね、入居者数ですね。企業ですよ。448社もここに工場を構えていると。労働人口は7万4千人でございまして、日本企業が多くいるチョンブリーはですね、20万人前後、確か22万人ぐらい働いている。合わせて約30万人の工業団地になってますね。30万人といえば、秋田市民全員がこの工場で働いているという感じでございます。総面積は 27.03 平方キロメートルになってます。このですね、ラヨン県ですね。ライオンになってますけど、ラヨン工業団地でございますが、住友グループ、そしてブリヂストン、横浜タイヤ等が出演しておりまして、ドイツのボッシュですとかコンチネンタル社もここに拠点を構えております。もうチョンブリ同様にですね、有名企業がこれひしめいておりまして、もともとは日系が一番多かったんですが、なんとこれ見てください。最近はですね、日本企業が押されてまして、中国企業がぐいぐい工場を拡張、工場を新設していると。どういったものをメイン産業にしているかというと、自動車関連企業が多いですね。素材なんかももちろん自動車には必要でございますので、関連企業が多く進出していると。こう言ったらそれまでですが、非常に勢いを感じるわけですね。ということで、工業団地に迫るこの勢いでございますが、他にも中国が迫ってくる、その中国の存在を感じざるを得ないような事象を見てきたので、それを話していきたいと思います。迫る中国品の脅威ということで、製造業系展示会ですね。中国企業の存在感が日に日に増しております。これ見てください。ババンと。ミスミですとか THK ここにあります。台湾系のファーウィンですとかエアタックとかデルタも展示しておりますが、23年の製造業展示会でございます。全部でですね、1149社出展しましたが、なんと驚くなかれ496社が中華系と。中国系が 40% 以上になっております。実際のブースの写真はこんな感じで、ゴリゴリしてるというか、タイ市場がおそらく中国メーカーの楽園になるんじゃないかなというような、それを匂わせるような感じですね。中国内の競争方がございまして、どんどん価格が下がってると。販路模索も透けて見えると。タイであればもうちょっと高く売れるんじゃないかなとか、新しいお客様つくんじゃないの？コストだけじゃないよねみたいな感じですね。そして2番目は、やっぱ米中貿易摩擦がございますので、これを回避するためにタイに進出をしてくると等の要因が考えられます。中国系は出店費用が安いとの噂があるものの、これはミスミとは違うところから、個別にですね、会った人から聞いたんですが、中国系が気候とか部材で存在感を出してきていると。中国がタイをターゲットにしていることは、この展示会からも間違いがないわけですね。40% で 40% が中国系ですから、もう中国行くぞっていう感じですね。さらにですよ、日本の大手 FA メーカーの売り上げが下落していることが鮮明になっております。SMC とか THK はものの見事に下落してますと。一方ですね、営業力とか戦略が強いミスミ、キーエンスは上がっているんですね。これはですね、コーパスというタイ政府公認のデータベースから引っ張ってきておりますので間違いないだろうと。つまるところ同じような商売をしているですね、装置メーカー、機構部品メーカーはですね、活発化している EV 投資に全く入れてないことが伺い知れると。じゃあどのような装置のサプライチェーンになっているかというと、BYD 系はですね、中国で装置を作ってタイにもしかしたら輸入してる、搬送してるのかな。もしくはタイで組み立ても行ってタイの自動車工場に納入している。この2パターンが考えられるんですね。しかしながらですね、このロボットの動向を追えば、そのロボットの周りにはいろんな部材が必要になりますから、周辺部材が必要なんですね。ということで、周辺部材を取り扱うタイ系、中国系 SIR に、これ入り込めてないんじゃないかなっていうことですよね。ミスミも非常に警戒しておりまして、次なる手を打つということで、ものすごくコストダウンしたカタログですね。かなり分厚いカタログでした。金型の青いカタログとか赤い
カタログあるじゃないですか。あれぐらい分厚いわけですね。価格が叩かれた中国からの機構部品の流入の可能性を三角は考えておりまして、最適な精度のもの、要するに最適というものは精度がいいというわけではなくて、そこまで精度必要ないよねっていうような機構部品、そういったものをさらに精度をですね、タイ向け、もしくは中華系向けに作り込んでですね、安く提供していると。三角はアクションを実行しているんですが、他の SMC とか CKD しかりですね、THK はどうなるんでしょうかという感じですね。中国系の投資増加を表す指標があるんですね。じゃあこれだけ見てもですね、日本企業だけが下がってるだろうって思うと思うんですね。果たしてそうなのかと。日系の投資が下がる中、実はロボット市場はこれ成長してることがデータから読み取れました。こんな感じですね。グローバルでロボットの導入がわかるようなサイトがございます。2020年のタイ市場は 2.9 という数字を示しておりますが、これ2021年ですよ。これ見てください。3.9 になっておりまして、39% もロボットの導入台数が増えてるわけですね。しかしですね、この2020年、21年コロナ禍、コロナ禍明けに向かってるところは、ホンダ、そうですね、OEM は米国や中国が巨大市場であって、一部ですね、ペンディングしてるんですね、計画を。対現地の金型は、ものの見事にですね、これ減っておりまして、シンクの金型が動いてないということは、金型でプレスでこういう風に、ものを作っていったり、射出成形で作るわけですから、新しいモデルが生まれてない証拠なんですね。新規投資が少ない裏返しでございますが、実際ですね、こんなロボット増えてるにもかかわらず、日経系にぶら下がる SIR は週休3日に陥ってるわけですね。これが表す事実として、日経は投資がペンディング中、停止中になっていると。この増加要因はどう考えても中華系が濃厚であろうということでございます。三角の EV 向けの受注も数字を僕いただきまして見せていただきました。なんと22年7月頃から爆増しておりますと。つまりところ三角の機構部品というものはですね、さもない部品でございますが、装置には必ず使われている機構部品になってるんですね。ということで、ここの動向を追えば、投資状況を判断できると。つまるところ、この数字が指し示しているものはですね、EV への投資がまさに鮮明になっているという事実にぶち当たると。BYD の進出と現状でございます。昔、日系がですね、タイという土地をですね、開拓したと。それをですね、踏襲するがごとくですね、工場を建てると。このように、タイ、中と書かれていると。タイと中国。で、こんな風にサプライチェーンこれだけ持ってくるぞと。アマタシティのライオン県ですね。ここに200社の中華系が集約しております。そして、このロゴ見覚えございませんか？ BYD と書かれていると。敷地面積がなんと63万平米でございます。これは東京ドーム13個分でございます。工事建設は9月30日に竣工し、わずか6ヶ月後、24年3月末に1台目のサンプル車完成予定になっていると。すごい勢いでこれ進めてくるわけですね。おそらく工場の全部が完成しなくてもホックスコーン形式でですね、作り始めると。ある企業に対してですね、BYD が、購買のトップですね、来社し、日経に対して投資を燃やす発言を残しております。このように今建設中でございます。建設の BYD 工場と、24年は15万台パー年間の生産を目指すと。22年のタイ市場の新車販売台数は 84.9 万台でございますので、約 20% もタイに売りつけようと。24年に EV 製造を約束する代わり、タイ政府からは関税の低減を取り付けていると。そして現地採用を積極化すると。これは別の企業なんですけども、その企業にはですね、中国人担当者がおりましてですね、商談の会でですね、その中国人担当者が王さんだとしましょう。王さんちょっとこっち来てくださいというふうに商談した企業に呼ばれるそうですね。その王さんなんて言われたかというと、なんかいい人材いない？引き抜きたいんだけど、みたいなことを言われてるそうなんですね。まさに引き抜き合戦が今始まっていると。工場建設理由はタイ政府の減税が主要因ですと。ここからでございますが、BYD の担当者、このような発言を残しております。ターゲット市場はタイであると。さらに、24年は15万台に飽き足らず、25年にはピックアップトラックも投入すると。日系自動車は強い競合であると。それは認める。しかしながら、5年から10年後には、我々中国車が主要な市場に変化するだろう。覚悟しておけと。
責任者はなんと30代前半。そして周りにつられる担当者も20代が中心というゴリゴリのですね、若者がこのタイの BYD 社ですね、仕掛けてきてるわけですね。日本の責任者50代で本当に戦えるのかと。63万平米の巨大工場。東京ドーム約13個分。他のですね、中国企業の建設ラッシュも始まってると。さあ、どうなると。いうことですね。非常にこれは攻め込まれてるなと。さらにですね、踏み込んだ分析をしようかと思っておりますが、これは2回目に解剖しますので、ぜひチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。ではですね、この中国のこのゴリゴリのアグレッシブさをですね、紹介した後にですね、じゃあ実際タイ現地の EV の取り巻く環境はどうなのかと。実際現地に足を運んで分刻みのスケジュールで僕は見てきました。EV に攻められる日系タイメーカーということで、じゃあ現地の電気自動車事情どうなってますかの前にタイの自動車とは何なのかと、これをおさらいしておきましょうと。タイにて自動車とはもう家相当でございます。本当に。これピックアップトラックの価格帯でございますが、バーツ表記ですね。ハイラックスで50から130万バーツになっておりますと。円換算でかける4にしてですね、200万円から500万円程度になっております。しかしながら、これ日本で言うとそのくらいの値段かなと思うかもしれませんが、初任給は日本の3分の1です。7万円程度であって、ボリュームゾーンですね。ミドルレンジで年収150万円程度になっていると。そしてカムリですよ、カムリ。驚いたのが最上級のカムリが800万円で販売されていると。日本でカムリ800万円絶対しないでしょという感じですね。ボロボロに儲けてると。つまり家を建てるよりも高い場合がちらほら自動車で出てくると。じゃあなぜこんなに初任給安くてですね、車をみんな買うのかと。ステータスもあるものの、例えばこれ、いすゞのピックアップトラックですよ。これは Twitter で DM くれた方ですとか、いろんな方から情報を集めまして、当時5年前140万パーツで買いました。さらに5年落ちでもう20万キロ走ってると。皆さんこれいくらで売れると思いますねえ。なんと60万パーツで売却成功してると。しかもタイの方はですね、あまり自動車の足回りとか見ずにですね、はい、これ買いますっていう感じで、結構簡単に買ってくれると。つまりリセールがものすごく高いので、高い車を買ったとしても問題ないと。しかし、ローンを払えずですね、没収された自動車が100万台あるとか言ってましたので、結構いろいろ人生設計甘い人もいるのかなって感じです。リセールが高いから高くても自動車を購入する文化です。それによって商売をしていくみたいな感じですね。そっちの方がペイするよ。そういう土壌であると。現地の EV に対応する環境整備はどうなっているかと。タイといえば洪水が多いわけですね。洪水が多い土地で実際 EV は流行るのかと。2011年の洪水ですね。これは東日本大震災、阪神淡路大震災、アメリカのカタリーナだっけ忘れましたけど、台風があって、その次に経済損失が大きかった自然災害に数えられるそうですと。これはですね、ホンダと多くの工場が被災しました。特にアユタヤ工業団地ということで、タイのバンコクの北の方にあるんですけども、ここで甚大な被害が広がり、サプライチェーンに多大な影響をもたらしたことは、皆さん記憶に新しいんじゃないかなと思います。というのも、タイというものはですね、このような感じで、アユタヤですね。ここがバンコクですけど、アユタヤ、この赤くなってますが、標高差はなんと2メートルしかございませんと。水はけがもう最悪レベルでございまして、一度洪水になってしまうとなかなか水が引かんと。日本には水没したリーフが全焼した事例がございますが、水没しても大丈夫ですよみたいなコマーシャルをなんと中国系の電気自動車メーカーが流してるそうですが、果たしてこれタイで受け入れられるのかという感じですね。また、この電気自動車がリセールで評価額がつくのかどうかですよね。電池というものは劣化していきますから、1000回ぐらい充放電を繰り返すとですね、電池容量、iPhone も皆さん使ってるとですね、バッテリー容量が 80% とか 70% になっていくじゃないですか。ということで2年ぐらいでいっぱい使ってるとですね、電池劣化していくんですね。じゃあ、価格帯どうなのってことですよ。価格帯ですよ。さっきピックアップトラックしか言ってませんから、じゃあ一般庶民が手の届く価格帯ですとか、金持ちが乗る価格帯、それを知りたいだろうということで、下から上までラインナップがございますと。まずはヤリスですね。約54万9000バーツから、一方、ホンダですよ。これエントリーモデルシティでございますが、同じような価格帯でございます。このあたりが日系のエントリーモデルになっております。一方のテスラですが、最近大幅な値引きを行いまして、165万バーツなので、
600万から700万、800万あたりです。カムリと同等の価格となるのではないでしょうか。テスラも結構見ましたね。この価格帯になってくるともう裕福層向けですね。そして電池の乗せ替えとかが発生してしまうとですね、リセールできねえじゃねえかみたいなね、ことを言われるわけでございますので、お金持ちのセカンドカーのポジションを得てると。一方のこのメルセデスでございますが、A クラスが約200万バーツ、A クラスになってくると300万バーツでございますので、日本円に換算しても1300万ぐらいになってくると。一方、ポルシェですよ。911になってくると1200万バーツでございますので、約5000万でありますと。エンジンの大きさによってですね、関税がかかってきますので、ものすごくポルシェは高くなってくると。ベンツはやはりタイでも裕福層向けではないかなと思っております。これがタイの自動車価格帯であるということはご理解いただけたかなと。じゃあ BYD どうなのと。ね、ゴリゴリタイにやってきてる BYD どうですかと。タイ市場で受け入れられる価格帯なんですか ?69 万バーツ、約、70万バーツですね。ヤリスより若干高いが頑張れば手が出せると。そして BYD よりも安いですね、ネタですね。は60万バーツになってまして、ほぼヤリスと同等になってガソリン車と同じような価格帯でこの EV が手に入るわけですね。ネタは BYD に続いてですね、2024年にタイ工場稼働予定になっております。中国で販売されている上位モデルは航続距離が 1000km 以上になっている。ここも予断を許さない状況になっているかなと。じゃあ、売れてんのかっていうことでございますが、ネタがですね、なんと6月、速報でございますが、この通りということで、2000台ぐらい売れてるわけですね。シェア 30% のトヨタは単月で3万台ぐらい売りさばくわけですから、まだまだトヨタとは差があるものの、2000台って結構多いんですね。新車で単月で1万台前後、いすゞのピックアップトラックが1位でございますが、この2200台ね、この2203台売れてるわけですが、これは上位、5、6位に食い込むということで、かなりこのネタという EV がですね、タイで検討してるということがわかるかなと思います。価格やデザインでタイにまさに攻め込んでると。この農村部に行ったんですよ。農村部はぶっちゃけですね、EV 全く走ってないです。というのも、航続距離が足らないとですね、なかなか EV でゴリゴリ乗り回せないと。しかしながら僕ね、このラーメン屋さんに行きましてですね、タイのマジローカルのラーメン屋さんなんですけども、そこでポケトークを持ってですね、EV 買うのみたいな感じでヒアリングをさせていただきまして、そうすると EV を検討するという発言が結構ありました。体感 30% から 40% は検討するというような発言に見受けられますね。いや、30%、40% 結構多いですね。生産まだ始まってない状況なんですね。この売れ行きですよ。いざ生産が始まった時どうなるんでしょうかと。日経のですね、シェア低下はまさに避けられないんじゃないかなという危惧がございますと。なぜ外国産の EV がこれほど売れるかと、その裏の事情に迫っていきたいと思いますが、関税システムや政府の援助があります。まず関税でございますが、当時ですね、2000年代前半だったと思いますが、ここで結んだ関税協定というか貿易協定で、中国製の EV は関税ゼロになってしまったんですね。なぜ 0% になってしまったかというと、ゴルフカートを当時は想定していたと。しかし今は自動車になっておりますので、その話がねじ曲がってるわけですが、その経緯からですね、中国製 EV は関税0%になっていると。自国生産を目指すのが通例だが、なかなかね、こんな中国の EV を関税 0% で入れてたら、もう自国産業が抜けない状況になるわけじゃないですか。そうすると、関税させてっていう交渉するみたいですが、これは巷の噂話ですが、3割の国民が従事する農業品目に対しての関税が人質になってるんじゃないかっていう話がありましたね。つまり、中国がすごい買い手なわけですよ、農産物の。それが買ってもらえなくなると、3割の農民がですね、困るわけですね。ということで、なかなか収益を作ることができないと。じゃあ EV の充電環境等の話になっていきますが、こんな風に今右上に表示されているかと思います。アプリで予約ができるんですね。田舎はまだまだ充電ステーションの設備が追いついていないものの、家庭の充電器の工事は1年待ちということで、かなり EV をここからも検討している家庭が多いんじゃないかなっていう不安になりますね。じゃあ街中どうなのっていうことでございますが、なんとですね、ガソリンスタンドには必ず1個設置されていると。ほぼ確実でございますと。これはタイの友人が提供してくれました。さらにこのショッピングモールに行くとですね、大電力がそもそもショッピングモールには引き込んでおりますので、ここに補助金をつけてですね、設置を推進している。5台以上の充電環境があるということで、ここから言えることは BYD とかネタが2024年にバッテリー EV を売り出す時にはですね、環境が整ってくると。気を追うごとに外部環境が整ってくると想定しております。ということで、じゃあ、この燃費ですよ。
EV を買うにしてもですね、それをコスパよく乗らないといけないと。じゃあ電力構成どうなってんだと。実はこれ調べたんですが、日本よりも安価であります。火力発電に頼ってるんですね。構成としてはこのような感じで、今こんな感じで、ガスがメインですね。将来はこのようにしていきたい。6割を天然ガスに頼ってる電力構成で、停電は実はインフラ結構強固で、非常に稀であると。エラワン・ボンコットンというですね、天然ガス田がタイの敷地内にありまして、これ開発しましてですね、天然ガスに支えられる経済になっていると。しかし、ここもですね、30年以内に枯渇が予想されているので、今後は電力の多様化が必要なものの、現状直近は電力に対して全く心配する必要はないと。タイでの EV の自走は低コストで補うことが可能であると。実際、電気代ですね。1キロになってますけど、1キロワットですね。あたり、タイだと12円になってます。東京は現在ですね、20円から30円程度になっているということで、ほぼ半額でございます。表現としては良くないですが、そんな天然ガスで発電された電気で EV 走らせたらお前環境に悪いじゃねえかと、CO2 めちゃくちゃ出るじゃねえかっていうね、LC ですよ。ライフサイクルアセスメントとかね、言う人がいるかもしれませんが、残念ながらですね、タイの方々はライフサイクルアセスメントが全く考えておりません。多分1%ぐらいですね。環境、これ悪いからもう絶対 EV 乗っちゃダメなんだとか言う人はですね。ということで、可能性としてですよ。EV の需要が爆発する可能性が、これの大市場に潜んでると言っていいのかなと思いますと。いずれにしろ中国系の工場ですね、ができる24年からが本格勝負になってくるだろうと。ということで、今は実際わからないです。どこが勝利するのかわからないと。バッテリーを付け替えるとものすごくお金がかかるとかね、あると思うんですけども、3、4年後には答えは出つつあるのかなと思いますが、ここに来てですね、日経は EV 車種を全く出していないんですね。大丈夫でしょうかと。安いものづくりが日経できなくなっておりますので、どうだろうと。ビクロムさんに聞いたんですよ。日本メーカーどうしたらいいですか？このように言いました。市場に答えがあると。リサーチしろと。市場の、例えばね、都会の人であれば EV かっこいいスマートだなって思う人もいるかもしれませんし、今お伝えしたようにこの生活サイクルですよね。そこにヒントが隠れてるかもしれないと。そういったリサーチを本当にしてるのかと。そこに答えがあるぞということを言われてました。タイ市場は調査済みでしょうか？トヨタ自動車、日産自動車、そしてホンダ技研工業の企画部の方々ですね。後出しで勝っていくんだっていうのは今までのトヨタの戦略でございますが、俺たち後出しでやっていくんだって言われるが、そこまでなんですけども、日本人である私は心配であると。数年後ですよ。4年後、5年後ですよ。EV やっぱ電池の乗せ替えとかでダメじゃねえかとか、そういう状況になったとしても、一旦ですね、シェアを奪われてしまいますので、その時の日本勢はどうアクションするのか、その計画果たして練られてるんでしょうかという感じですね。ということで、ここをさらに深掘りしていきますので、以降は第2回目に続くということで、タイの EV トレンドですね、現地視察で見えてきた現状、第1回目、タイの現状俯瞰以上でございます。お疲れ様でございました。第2回目は、ここからさらに深掘り予定でございます。日本の製造業の試練について解剖していきたいと思いますので、こうご期待くださいと。今回はですね、タイ市場に自ら乗り込んでですね、そして山田太郎先生とお伺いさせていただきました。いろんな方々にご協力いただいてですね、この取材させていただきまして、改めて協力いただいた方々にはお礼をお伝えさせていただきたいと思います。そして Twitter ですとかメールいただいたですね、個別にお会いいただいた方々にも本当にお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。はい、このように今回は EV 関連でございました。その他にも工作機械、半導体、FA ですね。いろんなことを、このようにプレゼンに分かりやすくして発信しておりますので、ものづくり業界で働いている方はぜひチャンネル登録いただいて応援をしてください。そして少しでも刺激になればいいねマーク、バットマークお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いしますと。ということで最後になりますが、次回の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。タイの動画いかがでしたでしょうか？実はこれですね、全部自費で言っております。こういったですね、最新の動向を把握することは非常に重要だと思いますが、いかんせんですね、訪問するのにお金がかかるということで、スポンサーをぜひね、つけていただけると、こういった活動を継続できると思いますので、ぜひね、太郎お前いろんな各国見てこいということであれば、スポンサードいただいてですね、応援をお待ちしております。ということで、スポンサー企業様をですね、大募集しておりますので、どうぞよろしくお願いします。次回はおそらく対 EV2 回目になっておりますので、こうご期待くださいと。ということで、現地からではないんですが、帰ってきて3日ぐらいでこれまとめまして、撮っておりますので、非常に濃度の濃かったですね、最新の情報かなと思います。お疲れ様でございました。次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。よし。
吉川ちゃんの一言。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。2週連続吉川ちゃんの一言ですが、来週の動画は千葉ちゃんの一言ですので楽しみにお待ちください。本日の動画はタイの EV 動向第2弾ということでしたが、いかがでしたでしょうか？ためになったなと思う方はいいねマーク、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。